ちゃいい。浜広いですよね。浜が広い。高い。なんていうの名前？ナギトです。ナギト。おお、海っぽい。これからサーフィンスクール始めますね。去年やってる方はなんか感覚わかると思うんですけど、サーフィンってこう結構横に映像とか見るとすごい波横にこう行ってると思うんですけど、最初から結構それできないんで、最初はこのスープでまっすぐ砂浜に戻ってくる練習します。はい、走って2、3歩走ったらこのまま滑る。で前につけるとサーフボード加速します。で後ろにこう反るとブレーキで、一回お手本見せますから海に行きましょう。はい、見て手で乗ります。あんな感じで。二手に分かれてまずサーフボードを持ってください。初サーフィンか。この間海遊びだけだったね。水温冷た。いい感じ。いいんじゃん。みんな笑顔ですね。最高。どうですか、マスタリさん。なんかね、前の時と違います、なんか感じがやっぱり。あ、本当？最高。いや、ゆうきさん、すごい、さすが。あ、でもやっぱ海からの映像いいね、なんか。初乗り楽しイエあ、いいじゃん。おい、いい感じ、いい感じ。おー、純子さんすごい。おー、イエーイイエーイ。さすが、うまい。おー、綺麗。
しかった。終わりだよ。イエーイ。木田さんどうでした？乗ってましたね。Thanks for shooting. We'll see if I got good shot, yeah? ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またまた同じポイントからちょっとずつの上達が。そうですね。あ、でもお疲れ。楽しかったね。よかったね。ゆうこさん、なんか記念撮影的なことします？みんな一緒にさ。そうね。小泉さんも入ってもらう？写真撮ってもらって。あ、そしたらできるんなら嬉しいけど。ね、お疲れ様です。いやー楽しかった。はーい。OK です。ありがとうございます。じゃあ戻りましょう。私縁側の EC のやってるんですけど、僕見ましたよ。猪狩さんから教えてもらって、そう、それで 3.11 に波に乗ったことによって震災からのいろんな痛みをね癒されたっていう話を聞いて、嬉しいな。僕も 3.11 に津波の日にねサーフィンしていいのかなと思ってたんですよ。最初はね。地元の方とかどう受け止められるかなって思ったんですけど、猪狩さんとか皆さんがそれは大丈夫、そうじゃなくて、っていう海と一緒になりましょう。なんか地元の人に許してもらえるなら、久々のサーフィンやろうと思って。いや嬉しい。じゃあやっぱ今日に合わせて来てくれてたんですね。そうなんですよ。ありがとうございます。すごい嬉しい、ね、それ。僕の中では今年処理水っていうのがね、大きなテーマだから、その海でね、変わらずにサーフィンやってるよっていう、そういう姿もこれから続けたいと思って。そう、まさにそれね、私たち思ってるんですよ。だから福島でね、もう一回サーフィンを再開するっていうのは最高だと思ってるんです。やったー、素晴らしい。和歌山大学観光学部でアダムです。アダムさん、はい。アダムか。どうしたらいい？私のスーツ。先輩、今年ね、なんかイワシとか小魚が異様な数海に湧いてるって聞いたんですけど。すごかった。あ、ほんまですか？イワシっていうか、石持ちっていう魚いるんですよ。ああ、知ってますよ。もうイワシが海水を加えてた、あれが真っ黒一面になっちゃって、で波乗りやってって、初めボラかなと思ったんですよ。ああ、ボラ。で波乗りやってってで乗って降りるときに魚踏んづけちゃうぐらいです。ああ、そんな気持ち悪い。もうすごかった。何を設置してるんですか？これはなんか LED をここに掲示したくて、ヒーターをこの床材のところに入れようとしています。もう準備 OK ですね。準備 OK。準備 OK ですね。絵的には最高です。右上げ。多分出るときにかかっちゃったのかな。確かに、ありがとうございます。ここが、それでも取りやすいから。先生がいっぱいだよね、本当に。氷入れる？じゃあ、とりあえずそんなの。はい、ありがとうございます。いい香り。皆さん、お飲み物を持って。今年も縁側の家の優子さんとか松谷さん、そして皆さん、参加者の皆さん、無事にまた開催できてとっても嬉しく思ってます。まずご飯食べましょう。それでその後ちょっとお話できると思ってます。では乾杯。どうもです。シェフのヒデさんです。シェフ、今日は仕込みをだいぶやってくれました。メニューはこちらにございますが、ポイントは
えてる。美味しいものをたくさん作りました。イエーイ。愛情たっぷりですね。はい。まあ、地元のものが地元のものがふんだんに使われてますね。野菜や肉や。はい。この牛何牛っていうんですか？これは福島牛です。黒毛和牛、福島黒毛和牛。です。じゃあ召し上がります。いただきます。どうですか、お肉は、芋は。で、この後あれですよね、ピザが。そう、あとピザが。オーブンがレディーってことですか。そうです、そういうことです。わーい。この、美しいサラダ、そっちも来てますね。じゃあピザ最初の回どうぞ。はい、どうぞ。冷めちゃうから取って。はい。じゃあこれが一番に食べて。はいはいはい。レッツファイト。村野さん、ピザ。地震のあった時刻なんで。縁側の優子さんと、あと僕は三原と言います、そして松谷先生と共同主体で始めたんですけど、たまたま本当に東日本大震災きっかけに作品を作っていて、で、展示する場所を探していたんですね。で、あるキュレーターの四方由紀子さんっていう人をきっかけに偶然ここに立ち寄れて、すごいいい環境だなと思って、今そこに展示してるんですけど、作品を置かしてもらって、でその時に三原さん次の日波乗ってみませんかって言われてでこんな誘いにこんなチャンスこう逃したら一生乗らないかもしれないなと思って乗ってみたら、めちゃくちゃ面白くて、でその後こんな感じでご飯食べてみんなでずっと話し込んだんですよ。なんかこれいいなと思って、ちょっとこの3月11日って日にこの地のなんか日常で僕らがちょっと特別に感じる、そのなんか一日をちょっとイベント化してみたら、なんか意味がそれぞれの人になんか後からついてくるんじゃないのかなと思って、で始めてみたんですね。なので本当にこれ以上の深い意味はないみんなでサーフィンをやっておいしいご飯を食べてっていうことをいろんな人が集まってするだけで、なんかいろんな気づきみたいなのがあるかなと思って、で、始めてみました。なので今日この日にあえて冬にわざわざ遠いところから福島まで来てサーフィンをしたっていうのは皆さん何かがあると思うんで、素晴らしい。一言ずつ。ちょうど私は父が小名浜出身で、私自身も山形の東北人なんですけど、なんかこう 3.11 のことは東京から思いを馳せたりとか支援とかはしてきたけど、このタイミングで福島の地にいることっていうのは本当に今までゼロで、おじもおばもいとこたちもみんな健在なんですけど、まず震災後って来るなって言われたんですね。娘もいたんですけど、で私はなんかこういろんな感受性がすごい高いってよく小さい時から言われたんで、いろんなことを受けてしまうんじゃないかなとか、見えないものも見えるものも全て感があるので、どうなるのかななんて思ってましたけど、今日の朝日とか、波に飲まれることもそうなんですけども含めて、全部がやっぱりいいんじゃないって思えるぐらいすごい楽になっていく、今言われた通り楽になっていくってことがなんかここに来るっていうこと自体がやっぱり自分にとってすごい大きなものになりつつあって、また来年もうちょっとステップアップするところまでいけるかなと思うんですけど、ぜひまたお願いできればと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。3月11日だから不安定の気持ちと、もちろんこのイベント去年と同じなんか楽しみで、なんかそういう思い出すのことが今日の感想です。で今年は本当に今朝まで本当に私
るかなみたいなでやるかなと思いながらもなんかこう自分で水着を着ている自分がいてホテルの中でやるのかな私みたいなで今年はその昨日アダムさんに会ってすごくエンカレージしてもらってやろういい波がいい日だ今日は波に乗るのはいい日だみたいなのがあってまあやるなって自分で納得してで本当に去年はこう週っていう感覚がなかったけど週っていう感覚があってまあちょっと一つまあちょっと酔いはやっぱしたんですけどまたちょっとぐらいかなっていうのがあって明るいものを感じました楽しかったです。Thank you for your encouragement. Wow, it's gonna be the best day. Yeah, maybe you keep saying it. Small wave. サーフツーリズムは面白いよ。今日もサーフツーリズムだよ。サーフツーリズム福島の研究はサーフツーリズム and community。そうもう南相馬もサーフツーリズムthey use surf tourism. They want to help, also build a community. This is also we talked about yesterday. This is also a community. Building community, yeah. Everyone from different place. Yeah. みんな違うところ来たけど、もうコミュニティはもうコミュニティ expand. Community also can grow. So this is also today I felt was like really amazing for me because also this Kaigan was closed for a long time. Even when I started coming, I couldn't go in here. So now I get to see もう本当にみんな入ってるもん。もう6年前誰も入れたくない。怖いけど今日はみんな嬉しいで。もう顔すごいもうビデオいっぱい撮ったもう顔すごい顔もうもらってすごい顔まあ嬉しい私も嬉しいもうすごいそれだけも大事と思いますよねすごいいい経験でした今日ありがとうございましたありがとうございます自分もなんかそのいろんな海岸線とかね浦島の民話とかをその探してリサーチに行ってたんですけどいつもなんかその海を自分陸から見てばっかりでなんかこの海の方からなんか海に入って体験したことってあんまりないなと思ってたのでそれでそのサーフィンっていう体験っていうのは自分今までしたことなかったしこの機会にしてみたらまた新しい視点があるかなというので今日に参加しました。3月11日のことをどう子供に説明したらいいのかなっていうのは結構僕の中で毎年それをチャレンジングで今年もいろいろ喋ったんですけど最後はポカーンとして眠いとか言われてあそうかっていう風な感じでなんかだんだん大人になっていくと今度は伝えていくための何をやればいいのかなっていうのがあってただでもここに来るとなんかそれもちゃんと共有できて、いろんな何をしたらいいのかっていう本当に被災された方といろんなところで経験された方が総合的に子どもたちにパスしていかなきゃいけないのでなんかあんまり記念碑とか作るよりかは考えてやった方の方がいいのかなっていうのとあとはいつかお父ちゃんは遊んでないって子供たちに証明するために連れてきたいと思います、はい、お待ちしてます、はい、お待ちしてますね、じゃあここの主の縁側の家の主催をしています高橋優子です。皆さん今年も参加していただいてありがとうございました。なんかね去年のこの3月11日に波に乗ろうをやった後に私なんかこう自分のこうなんていうか傷と言ったらいいかその被災体験というか3月11日の体験がちょっと遠い過去になって距離を持ってワンステージ終わったなというこのイベントのおかげでその後にそういう気持ちすごいすっきりした気持ちになって
でさっきね松谷さんも言ったようになんか自分の傷はちょっととりあえず自分の問題は終わった終わったので、ちょっと今年からはもうちょっとなんていうか次の世代じゃないけどからもうちょっとこの自分から広げていく、自分の体からちょっとずつオープンにしていく、そういうなんかステージに入れたかなという気がしていて、今日を迎えたわけですけど、今年は初参加でついてきたんですけれども、サーフィンも初めてですし、福島の 3.11 が起こった後に福島に来たのも初めてで、どんな感じか見てみたいっていうのはずっとあったんで、来れてよかったです。喋るの後で今日の感想。純子さん一番先に立った人多分純子さんだね。ちゃんと立ったからね。そう立ってます。でもその時なかったけど、またそうですね、あったかい日にも来てみたいです。はい、君今日の感想。恥ずかしい。どこ行っちゃった。自分の娘イラストレーターやっていて、でそれでもうそれをもう本職としてやってるんですけども、すごい。なんでそれでなんかそういうそのアーティストとして生活している方々のね話とかそういうのも聞けたりしたらすごい楽しいだろうなと思うし、子供にもなんかアドバイスできたらぜひ来年説明責任をそうと思って、だからいつも今回もこうやって皆さんにまたお会いして非常になんか勉強になるっていうかためになるというかっていう風なところで、この 3.11 のイベントが今年も来るっていう風に思った時にはやっぱりワクワクしながらっていうのがどっちかそっちで、基本的に自分はあんまりそういうところにあんまり出ていくタイプではないんですけど、このイベントすごい楽しいなと思ってるんで、いつもサポートありがとうございます。大したことやってないですけど、ただこうやってボードを押してこうやって言っただけなんですけど、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もともとうちが農家だったんです。震災前まで農家で、自分も好きで手伝ってはいましたけど、その当時だとやっぱり若い人っていうと農業っていうと今でこそこう注目を浴びてますけど、普通の人だったらやらないですよね。お金にならない、汚い。ただでもそういう環境でちっちゃいながらもこう生活してくると愛着ってやっぱりあるんですよ。でやっぱその空いた10年間の中でいろいろ考えて、やっぱ食べ物が今までもその辺で採れたものをすぐ食べて、調理して食べるっていうのが当たり前だった。それがないとやっぱりそこに対してのこだわりがとてつもなく強くなってきちゃって、だったらまた土地は本当に難しいところで道具はあって土地はあっても、果たして原発の皆さんご存知の通りそういった放射線の問題ですよね。実際のところはすごく検査して検出しないんですけども、ただ難しい問題があって。で今年は最初サーフィンにも参加したいなと張り切って思ってはいたんですけれども、ちょっと仕事の調整が難しくて来れない可能性があったんですけれども、やっぱりもう一度ここに来たかったり皆さんにここで会いたいという思いでなんとかスケジュールが調整できて来れることになってとても嬉しく思っています。これからまたいろいろとご縁が続いていけばいいなと思います。はい、来年こそはサーフィンをありがとうございます。一言言えってぜひお願いします。毎年無茶ぶりをしようと。いや本当にこんなところに来てもらってね、嬉しいっちゃ嬉しいんだけどね。いやね、大変なのよこれが。正直言って準備がね、もうやりたいこといっぱいあるもんで、なかなかねこれ2日ぐらい時間取られちゃうと本当に大変だなと思いながらも、やっぱりこうやってみんなが集まってくれると嬉しくなっちゃうんだよね。これは不思議だね。そんなことで来年も来てください。じゃあ皆様ありがとうございました。一言ずつコメント。このイベント向こう10年間ぐらい継続したいと思っていて、で基本的に目的は設定しないようにしているんですが、
長期的な目的として3月11日にここに集まって波に乗ってご飯食べてタラッとするの楽しいなっていう地元の若者がなんか勝手にやり続けてくれて、僕らはもう参加者として楽しめたら、なんかそれこそ根付いたとか文化とかって言い始められるなと思って、なんかそれだけは少しだけ意識しています。なので引き続き皆様どうぞよろしくお願いします。そしてゆうこさん、皆さん、松谷さん、アーティストの皆さん、初参加の皆さん、リピーターの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。三原さんも本当ありがとうございます。毎年素敵なイニシアティブと。今年は小さな展示を、縁側を美術館化する野望をもとに少しずつ作品を増やしていったので、一回ここで締めますが、4時ぐらいにまた簡単な展覧会のオープニングをしたいと思います。はーい。わー。村野敦子さんです。はい、アバロス村野敦子です。写真家です。このアメリカのビーチを見るきっかけも震災だったし、なんかこちらに来たのもきっかけで、今まで自分が子供の時から慣れ親しんでいた、どこかの浜辺とは違う2つのビーチをこう自分の中でレイヤー重ねて何かインスタレーションできないかなと思って、普通に紙プリントではなくこう光を透過させて2つの自分の中で意味があるビーチを重ねたいと思って、2つの浜辺がこう重なった時に何か光が作り出せないかなと思ってこの形にしたんですけど、手前が岩沢なんです。そう、去年、自分がサーフィンしてちょっと脱落して翌日なんかやっぱりちょっと海に謝りに行こうと思って行った時にやっぱりサーファーの方がいらして撮ってたんですよね。はい、以上です。ありがとうございます。今日なんかこう去年撮った貝殻とか今日も撮った貝殻とかもちょっと置きました。ちょっとジオラマチックなんですけど、ここにあるんですけど、軒下に LED があって、この縁側の家のための詩を作って、その詩のテキストをこの太陽光、ソーラーパネルで集めた太陽光をエネルギーにしてここで流しています。自分がよく展示をするときにどうしても例えばプロジェクターを使うとかにしても何をするにしてもやっぱ電力に頼る部分っていうのがどうしてもあって、なんかでもずっとそこに自分の中でなんかこう疑問もありつつっていう感じだったので、今回ここで展示するってなった時になんか電子機器を使ったとしても電力に頼らない形で展示したいなと思ってソーラーパネルを使いました。この家が見てきた過去や未来、これから見る未来みたいなものになんか発信するメッセージみたいにできないのかなっていうので詩を書いて、ちょっとこの太陽の光を使えたらいいなっていう感じでやりました。なんかテキストがあそこに木の廊下に、かかってるので、もしよければ。いやー、すごい嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい嬉しいのは実はこの家の元々の持ち主のお孫さん、最後にここに住んでいた人が2日前に亡くなったんです。それで、その方が父と母の幼なじみなわけで、それでご縁いただいて縁側の家、私のところにやってきたんですけど、そういう日、そういう時に小宮さんがこういう写真、作品作ってくださったの、なんか本当になんか点と点がまた一個つながったような気がして、そうすごい嬉しい。もうありがとうございます。もうみんなの向こうの家族にもそれ伝え、ありがとうございます。嬉しい。この作品を2013年に作りました。で、2022年ちょうど高之さんが10年区切りでいろいろな物事を
考えているとか認識できるって言ったその時に、僕もなんかこの作品をここら辺の場所で展示したいなと思ってて、それでいろいろ探してたら偶然ここで見つかって即展示させてくださいっていう風に言って、それでその時から置かせてもらっているものなんですね。で、最初は僕と優子さんの詩が奥に飾ってあったんですが、去年もこのイベントしてなんかここに継続的に来てくれる作家さんに小さな作品をここに来てくれて波に乗って3月11日について考えたことについての作品を少しずつ増やしていけたらなと思って、で、こういう枠で今回は僕含めて3人、展示を始め、また来年以降継続して来ていく作家さんがいたらなんかオファーをして増やしていければなと思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。本当に完璧でしたね、今日は。お気軽にも恵まれて、なおかつサプライズで小泉さんの出演もあり、しかも1月ってやっぱりこの水温がちょっと高めだったんだけど、3月低めで、そのなおかつこのすごい太陽の光がわーっと来てる感じで、冷たい水の中ってすごいこのなんか脳がふわっとするあります。旅終わりで渡します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これもう残り少ないんでそのままいっちゃってください。クラフトビール美味しいです。はいありがとうございました。香りが好きだよね。やっぱすごいこれ香りですよね。焚き火のテーマは今回は今日ですか？今日は焚き火のテーマ縁側焚き火ですね。今日は縁側焚き火ですか。はい、バッチシですね。高校と思えてますね。あったかい。ありがとうございました。中東とかでこれまで活動をしてきたんですけど、6年ぐらい海外で働いてきて、去年の4月に楢葉町の方に移住をして、今まちづくり会社の方で働いてます。興味あるでしょ、まちづくり。楢葉未来っていうところなんですけど。楢葉未来新しいの去年スーツ持ってるから大丈夫。なんかたまにあれあったかいところでやりたいよね。寒いところでやってノールウェイは。ヘッドキャップいらない。No. I go a hot place. Indomie あるね。おはようございます。おはようございます。よく眠れましたか？眠れました。よかった。で、すごい綺麗。Are you ready? 水冷たい。あー、欲しかった。じゃあ中陽一郎さんで。震災があってから大体7年ぐらいここの富岡町は人が住めない避難区域になったんですけども、で2016年からですねここにブドウを植えたっていうのが一番最初なんですけども、あとこれはなぜ作ったかというと、ちょうど震災の10年の節目にうちの父が作ったんですけども、やはりずっと原子力発電所の仕事をしてたので、震災前は原発ほど安全なものはないみたいな話はしてたんですけども、交通事故の方が多いでしょうみたいな、単純には比べられないんですけども、そういったちょっと責任を感じているところもあったりして、でなんですかね、人が今徐々に戻りつつありますけど、まだそんなには戻ってきてないので、これを建てることによって人が集まったり、なんかそういうきっかけになればいいかなっていうので建てました。沖縄の言葉でユイマールっていう言葉があるんですけど、相互扶助みたいな、助け合いみたいな、そういった意味でユイマールっていう名前をつけてるんですけど、
この柱の数字が植えた年ですね。19年に植えてます。あそこに見えるのが第二原発で4号機まであるんですけど、その奥には広野火力ってよくご存知の広野火力があって、で事故が起こした福島第一原発でここから8キロぐらい北に行ったところなんですけど、我々福島第一のことを 1F っていうんですけど、 1F に6号機まであって4号機まであって広野火力は5号機まであって全ての電気を関東に送ってました。でここの地域は東北電力っていうところから電気を買っているので、何が言いたいかというと東北で東京の電気を作ってたっていう、そういう経緯があるので、今福島はその 2F と 1F はもう全部完全に廃炉になったのでもう発電はしてないんですけども、なので小さい頃はなんで東京電力が富岡っていうかこの地域にあるんだろうって不思議な感じはしてましたけど、昔はもう40年50年前はこの辺は東北のチベットと言われるぐらい何もないところでみんな出稼ぎとか行ってた歴史があるそうで、なので原発ができたことで間接的にもみんな恩恵は受けてたとは思うんですけど、経済もそれで回ってましたし、事故は残念だなとは思いますけど。本当に東電に関わっていない仕事をしている人を探す方が難しい、何らかの形で考えているのは、毎年こうやってねサーフィンも取り入れてっていうイベントにしようと思ってるんです。漁港ポイントはその初心者の人向けなので、いつかね、漁港とかでもやれる時が砂浜のとこですか。そうです。今白い波がゆっくり、あそこはねとっても安全なんですよ、砂浜で。そう。ありがとうございます。ケージっていうかあるじゃないですか。あれって多分鮭を取ったやつを入れておくケージだったんです。それが前に入ってた。そう、震災の 2,3 年後ぐらいなんかすごい鮭バーッと残ってたんだよね。誰も取る人もいなくて、多分自然繁殖してっていうふうにやって、多分上から見てたら綺麗だったろう。いやいや綺麗だよ。そう魚バーッと泳いでて。久保さんここにね、ここにはイノシシぐらいしかいないね。